はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。私は今、どこにいるのかと申しますと、そうです。地下鉄大通駅構内を歩いております。本日は12月16日の月曜日。ただいまの時刻は朝7時、8時5分でございます。本日、12月16日月曜日の朝、私は仕事に向かわないで、これからどこに向かっているのかと申しますと、そうです。健康診断でございます。派遣会社が用意した健康診断に、これから私、受診しようと思っております。で、今日はですね、健康診断を受けるということで、就業先にはもちろん、今日は健康診断を受けるので休みますという了解を得ております。で、派遣会社もですね、一応福利厚生の一つとして、この健康診断を受けるという、プランじゃないですね、サービスというか、福利厚生があります。ただし、派遣会社によって、その健康診断も、日にちを選べるとかあるんですけど、今回私が所属する派遣会社さんは、残念ながら、日にちも、受診する場所も、時間も選べない。もう派遣会社から提示された日にちの場所と時間はここというところだったんで、この朝の8時に私、サラリーマンの皆さんと一緒に、この地下鉄大通駅の構内を歩いているという状況でございます。今回は、前回いつ受けたのかな？今年の2月だったっけな？前の派遣会社さんのあれで、受けた健康診断。ということで、約10ヶ月、11ヶ月後ということで、前回の健康診断は正直、私あまり数値が良くなかったんですわ。そのうち結果で、お話ししたいと思いますけども、で今回は、食生活も見直し、また、大野式ダイエットも始めたということで、その成果を今回の健康診断で皆さんに見せたいなと思っております。はい、施設に着きました。本日私が受診しようとしているのはこちらです。札幌総合健診センター、こちらで健康診断を受けていきたいと思います。おはようございます。ということで、無事私の健康診断が終了しました。ただいまの時刻は9時45分。9時45分でございます。2時間かからなかったという感じでございますね。で、今回私が受けた札幌総合健診センターだったかな。Google マップ上の口コミではあまり評判が良くない。2. 点何ぼだか、なんかすごい評価が低いとこで、ちょっと私も今回、強制的にここになってしまったんで、心配はあったんですけども、全然普通に快適に、とても皆さんもですね、手際よくやってくれたんで、とても快適に、むしろ評価4以上上げてもいいんじゃないのという感じでした。はい。実際各口コミのコメントを見てないんで、内容がどうなのかちょっとわかんないんですけども、私としては全然、むしろ、毎回ここでもいいんじゃねっていう感じでしたね。はい。で、今回私が受けたのは一般的な内容。おっさんなので、胃カメラあり。あとですね、追加オプションというのを今回やってみました。それが名前がないですね。メンズパック。メンズパックという名前のもので、内容としてはですね、前立腺、大腸、膵臓などの消化器系肺とか、あと膵臓や胆道、あと肝臓、これらをまとめて血液で検査するメンズパックというのに今回私、申し込んでみました。
で、これがね、通常の分の健康診断だったら、料金としては、かからない。無料なんですけども、このメンズパックをプラスアルファすると、追加料金で5500円かかってしまうんですけども、もしかしたら、早期に、体内の癌が見つかるかもしれない。ぶっちゃけ私、もう日頃から食や食生活、性生活に気を使っている人間なので、癌が発生するわけがない。ということを証明する意味を込めて、今回あえて、このメンズバッグ、TBC の脱毛パックみたいな名前ですけども、メンズバッグを受けてみることにしました。で、結果が来たらですね、これも合わせて皆さんにご報告したいと思います。もしかしたら逆に、癌が見つかりましたという報告になるかもしれませんけども、そこはどうなるかお楽しみにしていただきたいと思います。そして、今現在の時刻が10時、午前10時。ということで、この後私はですね、どうしようかと思ったら、一箇所ちょっと行きたいところがあります。それは何かと言ったら、アメリカドルの換金です。日本円への換金です。日本円からアメリカドルじゃなくて、アメリカドルから日本への換金をこれからちょっと行いたいと思います。私ですね、こう見えても過去2回ほど、ユナイテッドステーツオブアメリカ、USA、アメリカに2回ほど行ったことあるんですよ。まだ正社員時代ですかね。仕事とプライベート。で、アメリカに2度ほど行ったことあります。残念ながら、もう、パスポートの有効期限は切れてますけども、で、その時に余った、アメリカドルが、家のタンスの中にあったんですよ。俗に言うタンス預金ってやつですね。で、それをいつかアメリカに行った際に使おうかなと思って取ってたのかもしれませんけども、全然一向にアメリカに行ける行ける状況もなく、もうずっと眠ってたんで、ちょっともう日本円に換金しようかなと思ってました。ところがですね、私のびっくりしたのが、私の近所のある、地方銀行で、以前少し前に問い合わせに行ったら、すいません、うちではやってないんですよって言って、で、この札幌の中心部のお店じゃないとできませんと言われて、マジですかということで、その時はできなかったよ。ただ今現在その派遣社員やってるんで、平日はその銀行に日中行くことができません。ところが、気づいたら、その、札幌の中心部の銀行のお店でも、その外貨の交換両替業務をやめてるんですよ。やめちゃったんですよ。ぶっちゃけ北海道銀行なんですけど、私のメインバンクは。で、さらに、北海道銀行だけでなく、北洋銀行、北海道では、メジャーな銀行といったら、北海道銀行と北洋銀行の2つなんですけども、この両方ともが、その外貨の交換業務をやめたという、まさかの驚きの事実。もうびっくりしちゃいましたよね。はい。で、北海道銀行のホームページ見たら、今後、外貨両替は、その民間の会社で行ってくれ。ということで、なかなか行く機会もなく、こっち側に本いいよ。黄色よりこっち側に。ということで、今日、来たついでに、札幌の中心部に来たついでに、今持ってるドル、125ドルを日本円に交換したいと思います。で、これもですね、一時前、円高に触れて、一時期150円いた時、いいぞと思ってたら、その後に、円高に触れて、100円金利に戻って、やばい思ってたらまた最近また円安方向にググって来てるんで、もうこのタイミングしかないかなっていう感じで、今日、この健康診断の時に、もうアメリカところを両替してやろうと思って、一応、私のバッグに、125ドルを持ってやってきました。確かもうちょっと行った先の、
なんとかというお店で、了解できる、一応北海道銀行が紹介したお店、そこにこれから行ってみたいと思います。着きました。ここです、ここ。アスティ4号。このアスティ4号の中の、これですね。外貨両替、トラベックス。1階。ここですね。ここの外貨両替。ここで外貨を両替します。確か10時からやってるんで、今10時10分。なので、やってるはずです。なんか入り組んでてよくわかんなかった。ありました。外貨両替。こうですね。今、先ほどの両替所にて、換金してもらいました。私の手元にあった125ドルを日本円に両替してもらった結果、合計17,835円となりました。はい。本日のその換金のレートでは、1ドル 142. 点何本らしいです。で、本日の円相場では153円、今現在153円だったかな、見たら。だったので、1ドルにつき7円が手数料で、取られますよ、になりました。そんなもんですかね。とりあえず17,000円のお金が銀次で入ったので、このお金は有意義に使いたいなと思ってます。で、あと今日の私のこの後の予定としてはもうないんですよ。ただこの後どっかで映画を見ようとかしてもしようとしてするのはあんまりちょっと避けたいかなと思ってます。というのは、さっき私健康診断でバリウムを飲んだじゃないですか。で、バリウム検査って必ず下剤を飲んで、ちょっとその胃に入ったバリウムを出さなければならないという作業があるんで、この後いろいろとその活動するのはちょっと控えたいかなと思ってます。で、せっかくこの街中の中心部なんで、札幌駅の横にあるステラプレスで映画館もあって、映画を見ることもできますけども、その映画を見れる最中に急にこうバリウム便意が来たらちょっと大変なので、俺はちょっと今日は控えたいかなと思ってます。本当はですね、このせっかく来た街中なので美味しいものを食べて、私にとっての美味しいものといったら一蘭のラーメンなんですけども、一蘭のラーメンを食べて帰りたいなと思ってたんですけども、多分一蘭のラーメンを食べた瞬間にもう下剤の作業で瞬間的に出ちゃう。せっかく食べた豚骨スープがそのまま豚骨スープのまま出てきちゃうのはちょっとあまりにももったいないんで、今日は一蘭やめます。で、検診センターでもらった紙では早めに飯を食べて水分を取ってくださいということなので、なんか安いすぐにお尻から出てきても問題ないものを食べて、そして今日はこの辺で帰ろうかなと思ってます。何にしようかな。いやー、そば美味しかったですね。さっきの立ち食いそば、なんでああいう駅構内、駅じゃないんですけど、立ち食いそば屋さんのそばってあんなに美味しいんでしょうか。それなのにお値段、私が食べたかけそば、お値段320円。
やー、まさかの320円。外国人観光客もびっくり。で、外国人観光客といえば、多い。うん。今、地下鉄大通駅から、地下鉄札幌駅へ向かう地下道を歩いてるんですけど、ほんとね、外国人観光客が多い。大きな荷物を持ってる人は、間違いなく、旅行者なんですけど、間違いなく外国人観光客。しかもアジアが多いわ。びっくりですね。いやー、それにしても、今現在の札幌、めちゃめちゃ寒いです。多分気温的に言ったら氷点下3度、4度、5度ぐらいの感じがします、多分。そういえば、さっき私が言った札幌総合検診センター、あえて名前を出します。というのは、全然良かったから。Google マップ上ではなんか口コミの評価が 2. 点何歩とかでちょっと心配なあれだったんですけども、全然良かったので私は名前を出します。私の評価としてはもう星5つを与えてもいいのではないでしょうか。はい。で、一つ私ちょっとやらかしちゃったのが、心電図あるじゃないですか。この胸をさらけ出して、吸盤をこう胸にポチポチくっつける心電図。あれで私ですね、乳毛の処理をせずに今日来ちゃった。あれがね、失敗した。で、私ってこう見えて、下はギャランドゥで、上は乳毛、ワッサな人間なんですよ。なので、一応女性の前で、胸を出すときは、ちょっと一応乳毛の毛ハラスメントにならないように、毛の処理をして、望もうという気持ちがあったんですけども、今日は、剃ってくるの忘れちゃった。これね、去年もやった。去年の健康診断の時にも心電図の時に、しまった、乳毛ワッサーだと思ってやって、来年こそは剃ろうと思ってたんですけども、今年も見事に、乳毛ワッサーの状態で心電図を受けてしまいました。心電図の担当って絶対女性なんですよ。というのは、この検診に受けてくる人も女性がいるんで、だから担当の方は女性だよと。で、しかも今年に限っては、もう心電図の担当された方は若い、しかも綺麗な担当職員の方だったんですよ。その方にですね、はい、胸をまくってください、胸の T シャツまくってくださいって言われた時に、しまった。乳毛ワッサーだと思いつつ、出しました。私の胸を。その女性の方もですね、そこはもう、乳毛ワッサーでも、心を表情に出さずに、黙々と作業を行っていたというね、プロなんですけども。それがちょっとね、私の毛の剃った綺麗な乳首を彼女に見せたかった。それがちょっと一つ、後悔。また今年もやっちゃいました。なので、来年こそは綺麗な乳首で健康診断に臨みたいと思います。そういえば、今のこの札幌大通公園の冬の風物詩の一つ、それがですね、ホワイトイルミネーション。どうぞご覧ください。ということで、昼間来ても当然のごとく、電気は何もついてません。夜になったらですね、こんな感じで、綺麗なイルミネーションが見ることができる。それが札幌
ホワイトイルミネーションフェスティバル2024でございます。ただですね、このイルミネーションの展示物って、ぶっちゃけ毎年同じですわ。これ、去年も、その前の年も私見ましたし、もう行くのやめましたけど、あっち側。ここに見える。これもですね、去年見た。そして動画にしたので、行かない。行かないし、夜も来ない。ほんとね、同じなんですわ。もうちょっとここら辺、なんか、バージョンアップしてんのかな？いやー、わかんないけど、なんか本当に毎年これ、ちょっと、札幌市、もうちょっと力を入れてほしい、と思う。今日この頃でございます。で、今日は、あと、あっちの、こっちの方で今現在やっている、ミュンヘンクリスマス市、ミュンヘンクリスマス市の中で、ちょっと何かをつまんで、そして今日の動画は終わりたいと思います。で、この、今現在の大通公園、このホワイトイルミネーションとか、ミュンヘンクリスマス市もですね、当然、クリスマスまでしかやってません。で、クリスマスを過ぎちゃうと、今度は、年が明けた、札幌雪まつり。あれまでこの大通公園はちょっと空白の期間となるので、観光シーズンとしては今、まさにグッドタイミングなのではないでしょうか。今買ってきました。蜂蜜入りのホットビールとソーセージサンド。とても作りがシンプル。パンの中にソーセージが入ってるだけ。これ味付いてるのかな？これでちょっとホットビール飲んでみます。いただきます。きついよね、こっち。ソーセージサンドいきます。硬っ。ソーセージ美味しい。オッケー。パンも美味しい。オッケー。